B リーグの島田でございます。今日はですね、ちょっといつもと全く、違う雰囲気のスタジオに来ておりまして、何が違うかと言いますとですね、もうカメラの数が違うと、もう空気が違いますね。であと今日はもういつもバーチャルなんですけど、今日はリアルでお届けしたいなと思ってます。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。お越しいただきたいと思います。どうぞ。お願いします。どうもです。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。本当お帰りなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとですね、まずちょっと辛い絵ですけどこんな感じなんですよ。皆さん、私177センチですから、別にちっちゃくはないんですけど、こんな違い、サイズの違いっていうのもなんか何もかも違いますね。まず足の長さ、顔の大きさ、やめましょう、もう座ってください。はい。おい。これもうこの絵放送禁止でしょ。もうこれいじめだね。僕もチェアマンいじめだね。いじめられてるね。僕もこうしとけばいいですね。これはいやもう普通にもううわ見てよこれ怖い。落ち込んじゃうね、もうね。もうちょっと始まる前からモチベーションが下がってきちゃったんだけど本日のゲストは渡辺裕太選手です。いらっしゃいました。ありがとうございました。まずよく出ていただきましたね。いえいえ、ありがとうございます。読んでいただきます。多分ちょいちょいこう会話をしてるんですけど、いつもこう渡辺選手みたいな感じでちょっと硬いんで、呼び名を変えさせていただきたいなと思いまして、普段皆さんが何て言われてるんですか？いや、もう向こうは、はい、下の名前呼び捨てが基本なんで。これ日本、アメリカでも日本でも大体裕太ですか？裕太が多いですね。いいですか、裕太で。裕太でもちろん。いいいですか？はい。ちなみに僕はこれはないパターンですね。どうしたらいいな、俺慣れてないしね。なんだろうな、私はもう見ながら島田さんが多いけど、島田さんもなんかつまんないね。そうですね、ちょっともういけるんだったら何でもいいですよ。真司君でもいいですし、島ちゃんでもいいですし、じゃあ真司さんでいいんじゃないですか。真司さんギリギリセーフだね。言うと真司って言われてたらさ、なんかそれはそれで、その絵はね、周りがちょっとね、伝播して代表のメンバーとかみんな俺のこと信じて言い始めたりしてもそれはそれでなんかチェアマンの威厳みたいなものがね。まずですね、今日本に戻ってきて、お母さん、母の日とか、お祝いというか、大事にしてますよね、親をね。そうですね、できるだけ、ね、普段ね離れてるから、なおさらっていうことだと思うんだけど、お袋の味みたいなのがあるんですか？帰ってくるとこれ作ってとか、裕太帰ってきたらやっぱこれ作っておかなきゃなみたいな。なんか僕お母さんが作る餃子がめっちゃ好きなんですよ。餃子、あんまりお袋の味で餃子ってちょっとピンとこないかもしれないですけどなかなかお袋の味を餃子の中に積み込みづらいですよね。いや、そうですけど、なんか違うんですよね。うまいですか？めっちゃうまいです。たまに僕も皮包むのは手伝うんですけど。餃子一本ですか？餃子の日はラーメンとかは食べない。いや、そんなことないです。ラーメン餃子のおじさんじゃないんだからね。ラーメン好きなんで、ほら、それこそニューヨークでもラーメン屋とか行くんですよ。マジっすか？で大体ラーメン餃子じゃないですか、やっぱり。でやっぱそこで食べる餃子美味しいんですけど、もちろん、やっぱ家に帰っておばあさん餃子食べるとこれが一番うまいって思いますね。お母さん嬉しいんじゃないですか今。でも来てくれてね、いいシーン見せられましたよね。よかったです、本当に。写真最高っすね。僕がいろいろ写真、その日の試合わーって見てたら、ちょうど本当に2人が喜んでる写真が最高っすよね。写真誰がどういうふうに撮ったの？角度でいい感じで撮れてるじゃないですか。あれは多分チームの人がちゃんと撮ってくれて。やっぱ終わった後あれですか、
なんか親孝行できたなみたいな感じにはやっぱなるんですか？あの時は思いました。やっぱ、試合の後すごい喜んでくれたんで、で本当にちょうど親が来てくれたタイミングが、もうトレード前後のもうすごい結構混沌としてた大変な時期ですもんね。でそれこそ2人はもう、KD だったり、帰りのプレーも生で見れるっていうのも楽しみで来てたんですけど、結局見れず、ただまあ僕が活躍してくれたっていうのですごいやっぱり喜んでくれたんで。そりゃそうですよね。帰ったら日本に帰ってきて練習する場所とか大変だと思うんですけど、基本的には毎日、絶対欠かさず練習するんですか？毎日、まあ、シーズン終わったばっかりなんで、シーズン終わってすぐはちょっとまあ休憩取ったり、でまあ、今はそこまで追い込む時期でもないと思ってるんで、まあ、もちろんそのオフは混ぜながらですけど、まあ、体幹が使える日は必ず、まあ、香川にいる時はでも高校人生学園に大体行かせてもらってちょっと体幹借りて。生徒たちも来るんですか？もちろん生徒の練習し終わった後に僕がちょっと貸してもらったりとか、それみんな見てるんですよね？みんな見てますね。で何人かリバウンド手伝ってくれて、手伝ってくれて、手伝ってくれて、それ嬉しいでしょうね。喜んでるんですかね。なんかすごい緊張を多分してて、それはそうですよね。なんかアドバイスとかしてあげるんですか？アドバイスももちろん先生からちょっとなんかみんなに声かけてあげる、喋ってって、どんなこと声かけるんですか？そういう時って。それこそちょうど僕が帰った次の日ぐらいに練習試合があったんですよ。でその練習試合は僕もちょっと見に行かせてもらって、でその中でちょっと気になった点とかをちょっとみんなに話したりはしましたね。あとまあ、毎年これ僕言うようにしてるんですけど、自分もアメリカに行ったから上手くなったわけじゃないよっていうのを生徒に伝えてて、だから生徒にも特に1年生に人生学園に来たから上手くなれるんじゃないよっていうのは伝えてます。その中でいろんな上手くなれる要素があるから、それを自分で見つけて、それを生かしてやったら上手くなれる環境ではあるけど、ただ来てぼーっとしてるだけで上手くなれないよっていうのはいつも伝えてますね。その辺の話で皆さん生徒たちはキャッチしますか？結構それって奥深いじゃないですか、何気に。じゃあどのようにそれってどの辺にどういうふうにしたらいいんですかみたいな話。いやもうそこは自分で考えろと、そこはもう見つけろと、ヒントはもうそこの辺にもういろいろ落ちてるんで、それ自分で見つけてやるのがコツを教えてもらっていいですか？その見つけるコツ。それこそじゃあ意識することとか。1年生だとしたら、まず2、3年生上級生がいるわけじゃないですか。で同じように1年生から入って上手くなっていった上級生がもうすぐ目の前にいてくれるわけなんで、そういう人たちがどういう毎日生活をしてるんだろうとか、それこそ人生学園鹿間先生がいらっしゃって、で鹿間先生の本当一つ一つの言葉に、もう本当に上手くなるためのそのことってたくさん含まれてるんで、そこをいかにアンテナ張ってその言葉を拾えるかっていうのが、人生学園の話をすると大事かなと思います。なるほど。アメリカだとそういうカレッジもそうだけど結構いるんですか？そういうことの意識やっぱ高いんですか？全般的に。難しいですね。それはそこは分からない。アメリカだとだからそこまで意識してなくてもどんどん上手くなっていくやつは上手くなっていくんで、それは日本でも同じかもしれないですけど、僕はでもやっぱ能力的にはアメリカ人にはやっぱどうしても勝ててなかったんで、そういうちょっといろんなところに気を張って上手くなれるための材料みたいなのを自分なりに見つけてっていうのは意識しながらやってたんで。なるほどね。そしてアメリカに行くことを決断して向かうわけなんですが、最終的にいろんなところでお話ししてるかもしれませんけど、アメリカに渡ろうって決めたもう最終的なそのポイントはどこにあったんですか？もちろん最終的に NBA っていう大きな目標があって、でだからそれを今夢を叶えるためにはやっぱ早くから向こう行ってた方がいいのかなっていうのもいろいろ思ったりで。多分だから NBA っていう大きな目標があったからこそあの時、決断できたっていうのはやっぱあったと思います。なかなか今と違って情報をキャッチするのが難しいじゃないですか、当時って。もうそれはでも親が、特にお父さんがもう本当にいろんなコネクションを使ってくれて、もういろんな人に本当つなげてもらって、でもう本当いろんな学校を紹介してもらった中で、なんか自分たちでやっぱここがいいんじゃないかっていうのを選んで決めました。お父さんそうやってくれたんですね。やってくれました。田淵選手の
アドバイスも結構聞いたんですか？そうです。もうあの時はでももうアメリカ行きを決めてって、しばらく経った後ではあったんですけど、もう決断した上で、はい、ただ、あの時本当僕自身いろいろ言われてたんで、アメリカは絶対もう失敗だとか、日本に残った方が良かったとか言われてたんで、だからもうああいうもう素晴らしい方で素晴らしい選手から、アメリカ行きは絶対正解ですって、お父さんを通して言ってくれたんですけど、いやもうそれはもう本当すごいありがたかったですね。なるほど。それはなんかこう自信になったというか。なりましたなりました。最初に会ったのは多分彼が高校生の時だったかな。代表の合宿とかやってる時に、見たのが最初で、当時からもう身長は高く 手足も長く、それでいて、アウトサイドのプレーもできるっていうことで、とても将来が楽しみだなっていうふうに率直に思いました。あのサイズでやはりこうガードのポジションができる、走れるっていうのと、やっぱ器用に、ボールもさばけるっていうところはすごく大きな魅力だなっていうふうにも当時から感じてましたね。そうですね、本人に直接っていうよりかは、本人がそのアメリカ行きを考えてるっていうことを知って、でその渡辺選手のお父さんとお話しさせてもらえる機会があって、そこで背中を押せたというか、ぜひ行ってもらいたいなっていうふうに思ってたので、もう本当に個人的になので、ぜひ応援させてくださいっていう形で、ちょっとお話しさせていただきました。行ってみてどうでしたか？そのまず語学はそんなにこうがっつり日本で勉強することをそんなにしないまま飛び込んだっていう、いやだからそれは話を聞いてますが、それはちょっと後悔しました。もっとやってけばなっていうのは、どうにでもなるだろうってちょっと結構楽観的な感じで行って、結果的にどうにかなってるんで、良かったんですけど、もうちょっと事前にちょっとやってたらもっとスムーズに、じゃあこれから若い選手たちが挑戦したいったらやっといた方がいいぞっていうのは、まず英語です。もうそこだけは絶対。なるほど。もう行って結構頑張ったんですか？行って頑張りました。本当にもう頑張ったというか、もうそれをするしかなかったんで。そうですよね。もうデスクワークというかかなりなんですか、練習終わってからもがっつり勉強したってことですか？授業があって宿題があるんで、練習終わってからまずその宿題をやらなきゃいけないんですけど、分かんないんですよ。もうその問題文がそもそも意味分かんないんで、それを一個一個単語調べていって、でその問題文が分かったところで次答えが分かんないじゃないですか。宿題なんでそんなすぐポンで答えなんか出ないじゃないですか。だから次教科書を見て、時間かかりますよね。時間かかるんです。もう全部だから最初は単語も全く分かんないんで単語を調べていって、かなり時間かかりました。でもそこ頑張らないと、NCA とかね、そこで舞台も立てないから、あれいい仕組みですよね。いい仕組みです本当に。だからリスペクトされていくっていうのもあるんでしょうけど、ね、勉強しなくてもバスケだけやってればいいっていう、ないですもんね。全然違います。それは辛いけど、いい仕組みですよね。いやもうだからあれのおかげで本当にすごい僕も勉強したんで、あれは僕の人生にとってすごい大きな4年間だったと思います。そこからの NBA に行くわけですけど、メンフィス、グリズリーズで2way 契約を獲得するわけなんですけど、この辺はどういう苦労というか、そこまでたどり着くことって相当大変だったと思うんですけど、ドラフトはもともとされないだろうと思ってたんで、そのドラフトで名前呼ばれなくて、そこに対しては全然僕自身何の心情の変化もなく、とにかくサマーリーグが大事だと思ってたんで、その時の。でサマーリーグ、当時ブルックリンネッツでやって、であの時も最初本当試合にもなかなか出れないんじゃないかっていうふうに思ってた、周りも本当みんなもうすごい選手ばっかりだったんで、そしたら結構試合早い段階で呼んでくれて、そこで1試合目でまず活躍できたんで、あの時確か5戦やったんですけど、5試合ともそれなりにいい活躍をして、結果残してましたよね。結果残しましたね。で
グリズリーズが2ウェイを出してくれたっていう、そこで勝ち得てそこで終わらないのが雄太よね、はい、そこでちゃんとロスターに入って10月には5試合目ですよね。10月の、現地の10月27日だった気がします。10月27日、はい、サンズ戦とのゲームで出場を果たして、はい、田臥選手に続いて2人目の日本人 NBA プレーヤーになったんですけど、残りね、もう、はい、残り数分のところだったということで、はい、点数も空いてましたし、時間もほとんどなくなってて、だからあそこで出て、もちろん一歩こう踏み出したっていう感じはありましたし、それこそ試合終わってすぐ親にも姉にも連絡して、すごい喜んでくれたんで、それは良かったなと思いましたけど、でも僕がそのこう思い描いてた自分の NBA 像はまだこんなところじゃないなっていうのは、やっぱりあの時すごい思ったんで、ここからまた勝負だなっていうのはすごい感じてました。あの舞台に立つことが目標だとやっぱり難しいってねおっしゃってましたもんね。はい、もう本当にもう上手い選手なんて、それこそ僕も最初 J リーグで結構やってましたけど、もうそこら中にいるんで、それこそじゃあ J リーグ行かなくてもヨーロッパに行ってる選手だったりとか、でも本当上手い選手もたくさんいますし、それこそ大学生にも上手い選手がいて、その次の年からもどんどんそういう人たちが入ってくる中で、その1試合出れたぐらいで満足してたらもう生き残れるわけがないんで、あの世界で、もうそこはもうもっともっと高いところを目指してやってました。やっぱ5年間最長でこうやって NBA 選手として活躍し続けられてるっていうのはやっぱそこら辺に通じてきますか？そこがあると思います。常にやっぱり現状に満足することが基本的にないんで、常にやっぱこう上を目指しているうちに気づいたら5年経ってるって感じですかね。でも5年いるってすごいですよね。客観的に見てなんかすごいことやってるなと思う時ありますけど、いや私なんか日本でほらチームにいた時もね、外国籍選手をこうリクルートしてくるじゃないですか。で NBA 選手元 NBA 選手なんて来るのはすげえってなるんですけど、大概もう何試合とか1シーズンとかもうそんなコンスタントに NBA で活躍した選手が日本に来るなんて本当稀ですからね。ですからそこをもう普通に体現されてるわけだから、なんかその異次元な世界は想像しただけでも結構震えるものがありますよね。その後チームをねこういくつか変わっていくわけなんですけど、いつも本当にご自身でもハッシュタグがけっぷちってやるぐらい、ね、もう本当にギリギリのところからもうノンギャランティーの厳しいような状況からも練習で評価されてプレシーズ活躍してでロスターに入るみたいなこう飛び越していくっていうこの何ですかね、源は何ですかね。これはみんな聞きたいと思うんですよ。何なんですかね。もうだから分かんないです、自分でも。こんな選手でもいっぱいいない？いや絶対いないですよ。いないですよね。こんな僕みたいに、それこそ僕この間考えてたんですけど、最初の、3年間 2way やって、最初の2年グリズリーズで 2way やって、で 2way なんてその保証なんてないのと一緒なんで、もういつでも切られるんですよね。で3年目もトロントラプターズにキャンプ契約で行って、でその後に 2way もらえたんですけど、結局最初はキャンプ契約だったんで、本来ならもうチームにはその後帯同できずに G リーグに行くっていう契約で、4年目はラプターズでそのまま行きましたけど、あの時も部分保証で6人の選手、僕と同じように6人の選手が部分保証もらって最後の3枠をこの6人で争ってたんで、まだこの後もラプターズに入れるか分かんないけど、で今シーズンもキャンプ契約。そうですよね。結局今この5年間僕1回もキャンプ時に自分がこのチームに入れるっていうその保証とか一切ないまま、そうですよね。もう結構スレスレの状態でもう本当にギリギリの状態でいつもやってて、でも必ず勝ち取りますもんね。で勝ち取ってなんかギリギリ出ましたじゃなくて、勝ち取ってもう活躍してもうなんかもうメインになるぐらい、確かにいないですよね、周りにはね。いないです。いやこんなに毎年保証ない状態で5年間残ってる選手っていないと思いますよ。あとなんか自分をよく分かってるっていうのは一つの自分の武器かなっていうふうに思ってて、自分ができないことはもうできないで僕はもうはっきりしてるんで、自分のできることをもうとにかく精一杯やるってなった時に、それチーム側からしたら、僕をこう何ですかね、残しやすいというか使いやすいのかなっていうのはちょっと思ったりするんで、
そこは自分の一つの武器かなと。それもでも大きな武器ですよね。大きな武器です。はい。あとはアメリカに行って印象に残ってる選手っていますか？一人挙げるとすると。一人挙げるとしたらもう直近のチームメイトであれなんですけど、ケビン・デュラントですかね。ああ、そうですか。もう何がすごいんですか？いやもう彼の凄さはもう誰が見ても分かると思うんですよ、試合中の、やっぱその練習で、個人練習、個人練習みんなやるんですけど、必ず自分の時間を取って、個人練習をあんなに一生懸命やるというか、の選手は僕今までちょっと見たことなかったですね。あ、そうですか。彼があんなに練習するの初めてです。なんかそれぐらいの高いレベルの選手ってもうみんながすごい練習してるから、もうそこはこうつけがたいぐらいなのかなって勝手に思っちゃったりするんですけど、やっぱその中でも群を抜いてるんですか？群抜いてました。それこそ毎試合彼って40分ぐらい出て、もちろんオフも練習しない日も多いですよ。だから40分ぐらい出て、それが2日に1回ぐらいのペースで NBA は試合来るんで、でもやっぱその練習をやるって決めた時のその時間はもう本当短いですけど30分40分ぐらいで、もうその集中力というか、本当にダラダラやってるの本当一回も見たことないんで、だから彼は本当スーパースターなんだなっていう。じゃあちょっとですね、話を変えてですね、B リーグ、せっかくなんで、ちょこっとね戻ってきてジェッツの試合見に行ったりとか、B リーグ見ててどうですか？最近の変化とか、ゲームのクオリティとか会場の雰囲気とか。いやだから僕は本当に面白いなと思いながら見てて、それこそ B リーグの方が結構ガツガツ、もう NBA のプレーオフはもう全く別物として、レギュラーシーズンとかは、その結構なんていうんですかね、審判の笛も結構すぐ鳴ったりとか、結構オフェンスに有利な感じなんですけど、NBA って、でその分点を増やしていって、多分見てるお客さんを飽きさせないみたいなのあると思うんですけど、結構やっぱ B リーグの選手もガツガツやってて、それ今の笛鳴らないんだっていうのを僕見ててすごい思ってたんで。そうですか。激しいですか？いや激しかったですね。レベルはどうですか？やっぱ上がってますか？いや間違いなく上がってると思います。もう日本人選手も、もう一人一人やっぱりレベルすごい高いなと思いましたし、もちろん外国人の選手も、本当にそれこそ大学で活躍して日本に来てる選手とか元 NBA 選手とかいたりする中で、いやもう本当にレベルも高いなと思いながら、僕も見てました。ありがとうございます。ワールドカップに向けてなんか誰というわけじゃなくてたまにコミュニケーション取ったりすることあるんですか？そうですね。でも僕が基本的にもうシーズン中は、もう結構日本代表のことはもう一切考えないようにしてるというか、だから今これからですかね。それに関してはこれから多分B リーグの選手たちもシーズンが終わって、でそこからちょっと日本代表に向けて、コミュニケーションを増やしていく段階かなと思います。日本は今ちょっとずつもう盛り上がり始めてるんですけども、ちょっといろいろプロモーション日本頑張ってるんで、ちょっとゆうたに見ていただきたいなと思いますんで、ぜひ出していただけますか。ドンと今こういう街にですね、街中に広告売ってるんですよ。これちょっとどんな風に感じます？これ打ちに行っていいんですか？打っていいんですかここで？いいリアクションですよ。ありがとうございます。これ打っていいんですよ。打っていいんですか？いや打っちゃダメなんです。打っちゃダメ。これはですね、絵なんですよ。絵なんだやっぱり。もうなんかでも本物立体的に見えません？本物みたいに見えますね。結構ですねバズってましてですね、バスケセンスいいぞって褒めていただいてるんで、ぜひなんかツイッターかなんかでリアクションしていただけると嬉しいかなと思いますので、ちなみにですねこれ8月15日じゃなくてですね8月25日ですから、ちょっと8月15って書いてある、正しくは8月の25ですから。そんなとこ誰も見てないんで大丈夫。見てない。写真に結構圧倒されて、10日ぐらいずれたってね、関係ないですよね。そんなことないよ。ワールドカップの、日本の武器って日本代表どの辺ですかね、今回臨むにあたって。そう武器って言えるほどのもんをまだ、多分僕たちは、それこそ女子だったらああいうスピードでかき乱したっていう感じ、それからスリーポイント、ただ僕たちも同じようなバスケットをしようとしてますけど、それをまだ証明できてないんで僕たちは、この夏で
それを武器と呼べるものにできるかっていうのが、大事かなと思います。なるほど。そこが武器になるっていうものを今作り上げなきゃいけない。それはやっぱりトムともコミュニケーションを図ってるんですか？コミュニケーションはして、それこそ彼もジェッツの試合この間来てたんで、組み合わせの後だったんで、こういろいろそれについても話しながら、ちょっと作戦してました。なかなか強豪ですか？いやもう大変ですよ。大変ですか？雄太が出場するということが決まった場合にはどの辺にこうフォーカスして臨みたいなっていうのは個人的な感覚でいうとどの辺になりますか？個人的な話をしたら、やっぱり僕はもうそのチームをやっぱ引っ張っていかなきゃいけない存在にあると思うんで、やっぱそれこそ今回多分若い選手もいっぱい入ってくると思いますし、だからもう僕がリーダーシップを発揮して、僕も国際大会の経験は多い方なんで、多分今日本の中だと、だからそういうのもちゃんと若い今の選手たちにいろいろ伝えながら、自分がまず先頭に立って引っ張っていくっていうのが僕の役割になるかなと思います。コート上でのね、エネルギッシュなパワフルなプレーはもちろんですけど、ベンチにいる時もかなり鼓舞してチームを励ましてるじゃないですか。あれ結構衝撃的というか感動したんですけど、スタイルはこれから日本代表で臨む時ももう変わらずって感じですか？変えないです。いや嬉しいですね。また見たいですね。体力をちょっと見ながら自分のあっという間の時間でございました。ありがとうございました。本日のゲストは渡辺雄太選手でした。ありがとうございました。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りいたしました。で、なんかもうでっかく言ってください。もうこれでっかくもうじゃあこの辺にでっかく言っちゃってください。番号は日本代表の12番の方がいいですよね。そうですかね。ありがとうございます。じゃあちょっとこれを雄太に持っていただいて、これはですね、せっかく帰っていただきましたから、番組を最後まで見ていただいた方にですねプレゼントしましょう。はい、応募方法はこちらです。ぜひ、ご応募ください。よろしくお願いします。